高橋がなりさんとお話しする機会をいただいて、最近の AV 業界は挑戦できなくなってると。まあテレビでも言われてますけど、いろんなので言われてますけど、コンプラなどうんぬんで、挑戦できなくてつまんねえって言ってた中で、西君の目線で考えたものを自分を題材にして撮るっていうプレゼンをして、でまあ結果的にそれを一作目を作って、今度はこう改良してみよう、こういうのもやってみようっていう毎回改良しながら、12作生まれたって感じですね。もともとは iPhone のアプリを作るのが本業で、ただサラリーマンみたいな安定した収入生活が退屈に感じちゃうところがあるんですよ。壊したくなるというか乱数を入れたくなるみたいな、いろいろ挑戦していて、で障害と性ってこんなタブー視されてんだっていうタブーだからこそやってなんか面白そうだなと思ってた中で、男優さんとか監督さんとか女優さんと仲良くなる人が増えてって、意外とみんなすごい真面目で、勝手になんかちょっとね、危ない世界の人なのかなとはちょっと思ってたのが、むしろ株式会社って書いてるぐらいだし、とかっていう信頼が生まれていく中で、好きだった人が、ある時困ってるって言われて、いや実は私女優やってると。それ自体は自分で決めたことなんだけど、世間の目が辛いというか困る。田舎に帰りにくくなったり、同級生なり家族なりちょっとずつバレていった時に。っていう話を聞いて、でも、なんか障害で悩んでるのと似てんなと思って言ってるのは、もちろん障害があって困ることはあるけど、もう20何年もやってると慣れてくるわけですよ。これは自分はできないとか、これはこうすれば改善できるとか、っていうのが慣れてった中で、でも障害者だからっていう押し付けとか、可愛いね、頑張ってるねとか言いながら、かわいそうとか、惨めだなとか、見下してるとかみたいな大人の目を感じたりとか、なんか似てるなと思ったのと、障害と性がタブーなのを知ってたから、なんかどっちも変えていきたいなと思って、じゃあやってみようみたいなノリですね。20何年前にハンディキャップをぶっ壊せっていう障害者を男優にしたやつが取られたけど、ちょうどコビットプロレスとかいろいろ世間の目が厳しくなってった頃でお蔵入りになったんですよ。こんなもん世に出せるわけねえと。なんてことすんだと。っていうのがあるから無理に決まってるだろうっていうのに対して反論したのが、自分自身を自分自身が使えば、監督が男優、障害者が障害者を使えば、上を叩こうと思っても本人だから、事前者が政治官で叩けないから実現するはずだっていうロジックでやった感じですね。アンチは勝手にワーキャー言うけど、政治官がある論理的な批判は来なくなる。素人の障害者をいきなり業界に監督店男優で行かせるわけだから、言うまでもなくいろんなサポートがあったんで、っていう点では、正直苦労はしなかったかもしれない。テレビと同じですよ。同じですか？まあ僕、ネット番組とか、インディーズの映画とかはちょっと出たりとかしてたんですけど、ちゃんと、ディレクター、監督なりがいて、カメラマンがいて、照明が、ってなって、裸になるかならないかでしかないみたいな。あくまで見せるもの。仕事として見せるって意味では、どのように見られるかとか扱われるかとかっていう点では違うのかもしれないけど、作るまでは案外同じというか、変に性的なものに対して抵抗があったり、慣れてない人がいろいろと妄想をかち立てるだけで、いざとなればみたいなところはありますね。AV やる上で、まあ、そもそもがみんなが無料で、世界中でばらまかれて、無料サイトで見るみたいな文化が出来上がってる中で、DVD を売るってことはできないだろうなっていうのは重々分かってて、このね、障害者が、妄想を実現させて金もらってるっていうストーリーがまた価値があるな、みたいな。さっき言ってた人生にバグとか乱数みたいな類もあるし、っていう面では楽しかった、面白かった、刺激になった。小さい頃というのは、性への興味っていうのは結構あったんですか？どちらかといえばない方で、ただ男子校にいたんで、気持ち悪いぐらいに思ってたけど、なんかいろいろごちゃごちゃしてましたね。でもごちゃごちゃしてたからこそ、もあってあんまり抵抗はなかったかもしれないです。自分を客観的に見る、そういうのもあって監督兼男優にもなったし、プライベートのセックスとかっていうのは19の頃、高校卒業した直後に、渋谷でナンパされて、お酒慣れてないのにベロンベロンにされて、ファーストキスからどんどん割れて、こっから先は好きな人としたいって断ったんですけど、もうほぼ襲われた感じですよね。お酒飲まされて、体格差も全然違うんで。で、翌日、連絡が取れなくなりました。やり捨てされましたね。すごい状況ですね、それがファーストですね。AV 女優だったのかもしれないぐらいの、
とでもいろいろやってみたいみたいなタイプの、しかも、立ち口が悪いタイプの人だったのかわかんないですけど、顔も名前も正直ちゃんと覚えてないんですけど、最初がそれだとちょっとトラウマですね。トラウマですか？性格というか、まあ、簡単に説明すると、相棒みたいな感じ。いや、ソニーの相棒っていう、なんかロボットのワンちゃんがいたん、いや。相棒ね。ロボットね。ロボット。その仕事でなんかいろんなストレスがあってって結構 Facebook で見てて、メンタル的にあんまり良くない状態って分かってて、あの時は米軍の人が住みに来てたんだけど、でも彼は日本があまり好きじゃなくて、タイに行った。で、その時は、じゃあ西君にその部屋あげる。もともとなんか配信がやりたかったから、西君も配信やってたら、とかできるようになったら面白いと思う。まあ僕の後に障害があって入った男性を一人も知らないんですけど、それは単純に今 AV が売れない挑戦者がいないの二つであって、障害者だからダメみたいなのはないと思いますね。障害者何々っていうのを本当はなくすことがバリアフリーなのに、バリアフリーを作りたい人に限って、障害者ってついたペニスをしがちだなっていうのは、どんどん関係なくなっていってほしいなというか、なくなっていくのが、差別、バリアフリーの解決の方法だとは思うんだけども、日本であちあちしてるんで、TikTok 使って、まずは世界にちょっとアプローチを増やすのを考えながら、ゆくゆくは国外で、それこそアダルトのも抵抗はないんで、海外でやるとかっていうのも視野に入れて、最終的には生まれてよかった、生きててよかった、死んでいいやって思えるような歴史に爪痕残すみたいな、そういう人生にしたいなって感じですかね。